カネへ。もうすぐ付き合って11年になるね。小さなワンルームの部屋で同棲を始めたあの頃が懐かしい。お互いほぼ初めての恋人で、青春を取り戻すかのようにたくさん旅行をしたね。初めての旅行は小豆島だったね。夜勤明け、旅館に到着して少し仮眠をして、目が覚めたら美しい夕日に包まれている彼の寝顔を見て、この景色がずっと続きますようにって思ったよ。彼がそばにいてくれたから、長く警察官の仕事も頑張ってこれた。一昨年、僕が適応障害になって仕事に行けなくなった時、嬉しい。ようやくコッフェが休んでくれる。小さい頃から今まで無理して頑張ってきたんだから、ゆっくり休んでねって言ってくれたことで救われたし、そのことを今でもよく覚えているよ。休職してから金や臨床心理士さんとゆっくり話していくうちに、芸を隠し続けていることがしんどかったって自分の口から出た時は本当にびっくりした。仕事がしんどかったのは仕事のストレスだけじゃなかったんだって。小さい頃からバレないように生きることが当たり前だったから、退職をして芸を隠さずありのままの自分で生きている今、なんだか心が戻ってきたような感覚になっているよ。金、苦しい時も楽しい時もそばにいてくれてありがとう。昨年、シャイであまり人前に出たがらない金が2人で YouTube をやりたいって言った時は驚いたよ。日本ではまだ結婚できないけど、 YouTube で2人の記録を残すことで家族の証明になると思うからって理由を聞いた時は感動した。思い返せば、僕たちが小さかった頃、日本で幸せに生きているゲイカップルのロールモデルはいなかった。だから僕たちの日常で誰か一人でも生きる希望になることができたら嬉しいね。愛するカネへ。僕の唯一の家族でいてくれてありがとう。これからも僕たちの幸せな家族の記録を残そう。そしていつか結婚しよう。最高の親友で恋人で家族のコッフェより。コッフェ君へ。出会いは11年前。当時コッフェは柔道を引退したばかり。ゴリラのような腕をした優しいお兄さんという印象でした。コッフェは出会ったその日に好きだと言ってくれたけど、僕は当時自分がゲイであることを受け入れられなかったし、同性同士で幸せになれるはずがないとさえ思っていた。だからコッフェに惹かれている自分が怖くて、どうしたらいいかわからずに泣いていたように思います。
大泣きしている僕を抱きしめてくれて、大好きで一緒にいたいけど、今後女性と結婚したくなっても祝福するよ。結婚式に呼ばれても笑顔で出席する覚悟もある。君の選ぶ道を全力で応援する。それが僕の幸せだからと本気で言ってくれました。まだ20代だったコッフェ。今も当時の言葉を変わらずに言ってくれるあなたは本当にすごい人です。警察官と消防士という仕事は2人ともとても大変だったね。ただ同棲して最初の5年はほとんど僕が支えてもらったと思っています。仕事を続けられたのも今の自分があるのも海のような広い心でいつも優しく包んでくれたコッフェのおかげです。ただコッフェは弱いところを見せなかった。いつも家では笑顔をくれた。コッフェが大きなストレスで心身が蝕まれていたことを一番近くにいたのになかなか気づけなかったことは本当に後悔しています。お互いにこれからの人生のことをたくさん考えて2人で仲良く同じ日に退職をしたね。不安も大きくあったけど2人で東京に引っ越してきて本当に良かったね。こんな幸せな日々が待っていたなんてね。頑張ってきてよかったね。今後の僕の願いはコッフェが健康でいてくれることです。そしてできる限り長く一緒にいたいです。できれば同じ日に死にたいけど、それが無理ならコッフェが先に死んでください。コッフェに寂しい思いをさせたくないので、出会ってくれて家族になってくれて本当にありがとう。大好きやで。愛してるよ。金より。